自動車メーカーを転職して大手一金属メーカーでデータ解析をしながら趣味で動画を作っているバレーボール大好きアラフォーの私京介がお送りいたします。今回ご紹介するのは米国から帰国後ボストンコンサルティンググループに転職し、現在ワンキャリア最高戦略責任者経営企画取締役の北野由賀さんが執筆した転職の思考法です。24万部を売り上げる大ヒット作品となっております。皆さんは普段お仕事をしていてこんな風に思ったことはないでしょうか？同期のあいつ転職したんだな、しかもいい会社っぽい、気づけば優秀だったやつからどんどん辞めている、このままでいいのかな。そしてこんなことを頭の片隅で考えてませんか？この仕事って10年後もあるのかな。転職した方がいい気がする。でも給料が下がるのは嫌だな。自分の市場価値って正直いくらなんだろう。こうした悩みって同じ会社の方と話したりすることはあるかもしれませんが、なかなか答えは見つからないですよね。今回の動画はそんな悩みを抱えているあなたに少しでもためになる動画になっているはずです。実は転職って冷静に考えると難しくて当たり前なんですよ。これなんでなのかわかりますか？それはあなたと全く同じ経歴、スキル、価値観を持った人なんてこの世に一人もいないからなんです。つまりあなたが求めている完璧な転職の正解ルートというのは探したって存在しないんですよ。それなのに私たちはなぜか成功例や転職体験談を読み漁っては自分との違いにモヤモヤしてしまうんですよね。そもそもなんでこんなに転職に慎重になってしまうんでしょうか？それは誰だって仕事選びには失敗したくないからですよね。転職先の違いで人生が台無しになったら嫌ですもんね。絶対失敗したくない、慎重に決めていきたいと思うからこそ、私たちがまず初めにすることは大体決まってます。それは転職サイトに登録して求人情報をひたすら眺めてみる。そしてなんとなくいい感じの求人を見つけて、この会社ならいい感じじゃんと思って実際に応募してみても大体成功することはない。そんな時多くの人がどうするか、それはとりあえずエージェントに登録して相談してみようとなるわけです。実は私も転職組ですが全く同じことをしていました。でもここでちょっと考えてみてください。エージェント側の立場から見た時、あなたに本当に合った会社を全力で探す動機ってあるんでしょうか？ここで著者はこう断言しています。普通の転職エージェントに登録してもあなたにぴったりな会社なんて絶対に教えてくれません。これ結構ショッキングですよね。でもそれもそのはずなんです。彼らのビジネスモデルはとにかく早く内定を出させることにあるからなんです。つまりあなたの5年後や10年後のキャリアより来月面接して再来月に入社することの方が重要なんですよ。皆さんが転職エージェントとして働いていると仮定してほしいのですが、当然目標は内定率、内定から入社までの割合、エージェントの売上、すなわちどれだけ年収の高いポジションで転職させることができたかという項目になってるんですよ。私たちが求めているものって前より高い年収でとにかく早く内定を勝ち取ってすぐに入社するということでしょうか？目先のことを考えるとそうでしょとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、本当はそこじゃないですよね。どうやったら一生食べていけるか、このスキルで生きていけるのか、会社が守ってくれない時代に自分のキャリアをどうやって築いていけばいいのか、本当はこういうことが大切なのではないでしょうか？でもこういう問いに対してちゃんと向き合っている人や情報って残念ながら意外と少ないんですよ。だからこそ自分で考える力、自分の価値を見極める目を養わなきゃいけないんですよ。でも一人で考えるのは難しいですよね。そこでここからは自分で考え転職を成功させるためのステップを紹介していきたいと思います。今回もストーリー形式で進めていきたいと思います。もう一人の登場人物は転職に悩んでいる35歳のゆうきさんです。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。京介さん、私は今、自動車会社の技術職として働いてるんです。入社当初は安定していると思ったんですけどね、まさかこんな変化が目まぐるしい時代になるとは思ってませんでした。来年にはどうなるかわからない。そんな状況なので転職をしたいと考えてるんですよ。なるほど、そうなんですね。もし転職を成功させたいなら最初にやるべきはズバリ自分のマーケットバリューを測ることです。給料って要は自分という商品に会社が払っているお金なんですよ。それってこのマーケットバリューで決まるんです。なるほど、価値の証明なんですね。そうです。で、マーケットバリューは大きく3つの要素で決まります。1つ目が技術資産、2つ目が人的資産、3つ目が業界の生産性です。一つずつ簡単に説明していきますね。まず1つ目の技術資産はどんな専門性とどんな経験があるかということです。私の場合は自動車に関する知識が専門性、リーダー経験やプロジェクト推進が経験ということでしょうか。
おっしゃる通りです。専門性だけ見てしまうと転職する先は限られてしまいますが、この経験というのは汎用性があるのですごく大切ですよ。特に30代以降はこの経験というのを重要視している会社が多いんですよ。次に丸2の人的資産は、人に可愛がられる力、人脈、信頼、人を動かせる力です。なんか、これは一朝一夕じゃ作れない気がします。そうなんですよ。大抵普通の場合は転職をした直後とかはこの人的資産が下がってしまいますからね。そして3つ目の良さが業界の生産性です。言い換えれば、その業界にいる人間が平均1人当たりどれほどの価値を生み出しているかということですね。これは丸1の技術資産や丸2の人的資産と違って、業界そのものによって決まる要素なんですよ。なので、これから成長する企業に身を置いている人であれば、それだけでマーケットバリューが高くなってしまうということなんです。一昔前であれば自動車会社に勤めてるだけでマーケットバリューが高かったはずなんですけどね。そうですよね。この業界の生産性というのは時代とともに変化していくものなんですよ。この3つを冷静に分析することで、ゆうきさんの今の自分の市場価値が見えてきます。まずはこれを行って、しっかりと自分のマーケットバリューを確認してみてください。2つ目のステップは、今やっている仕事の寿命を知ることです。仕事にも生まれてから消えるまでの流れがあるんですよ。寿命って仕事にもあるんですね。そうなんです。仕事のライフサイクルには4つの段階があるんですよ。まずはじめに、誰かが新しく始めるニッチな状態。そしてそれが注目されてみんながやり始めるスターな状態。そしてプロセスが整い、誰でもできるようになるルーティンワーク状態。やがてそれが機械やシステムに置き換えられていく消滅の状態です。自動車業界は丸3か丸4だと思います。そうなんですね。残念ながら丸3丸4では注意が必要なんですよ。その仕事の価値はどんどん下がっていってしまうんです。なるほど。自分のマーケットバリューがどんどん下がってるということですね。まさにそのイメージなんですよ。だからこそ今の仕事はいつまで価値があるのかっていう視点を持っておくことが、次のキャリアを考える第一歩になります。3つ目のステップは、強みが死ぬ前に伸びる市場にピボットするです。ピボットとは方向転換って意味です。もともとはビジネス用語で路線変更って意味なんですけど、キャリアにも応用できる考え方なんですよ。例えば、今ある自分の強みを片足に残しつつ、もう片足をこれから伸びそうな分野に少しずつずらしていくんです。例えるならサーフィンみたいなものですね。今の波が消える前に次の波を探して乗り換える。それができると生き残れるんですよ。確かに今の会社でも新しいことをしてないわけではないので、そういう分野に積極的にチャレンジするのは自分のマーケットバリューを高める上でも大切ですね。それは大切な考え方ですね。残念ながら10年後も今と同じ分野の仕事だけしていると、仕事のライフサイクル段階の丸3や丸4になってしまって、代替可能な存在になってしまうんですよ。具体的にはどのような分野にピボットすればいいんでしょうか？はい、参考にするべき分野は、ベンチャーが複数参入している分野です。彼らは小さい資本で勝負しつつも、世の中の流れに乗って戦っている、つまり伸びている証拠なんです。仕事のライフサイクルで言えば丸1の段階ですね。生産技術系でベンチャー企業に参入している分野といえば、 CO2 削減と工場最適化に取り組むべきベンチャー企業は、今後の成長が期待される分野で注目されてますよ。今後は地球温暖化が無視されることが考えづらいですからね。最近の生成 AI を使えば、いくらでも今後成長しそうなベンチャーを教えてくれますよ。なるほど。チャット GPT は無料で利用できるし、一度検索してみる価値がありそうですね。そうですよね。才能があっても伸びない市場にいたら、残念なことにマーケットバリューを高くすることは難しくなるんです。なので、伸びる市場を選ぶっていう考え方は、今後一生食べていくために常に意識しなければいけないんですよ。4つ目の最後のステップは、伸びる市場の中からベストな会社を見極めることです。市場が伸びていても会社選びが重要なんですね。その通りです。そして自分で会社を探すのはどうしても難しいと思います。なので、転職エージェントを使うのが選択肢の一つです。あれ？転職エージェントはあんまりおすすめしないんじゃなかったでしたっけ？確かに転職エージェントの話を鵜呑みにしてしまうととても危険です。しかし、今までの1から4までのステップを行っておけば、自分がどのような分野に進むべきかの指針がはっきりしてくるので、転職エージェントを上手に活用することができるということです。
なるほど。転職エージェントを使う場合は以下の5つをチェックするといいです。なるほど。エージェントにもいろいろあるんですね。そうなんです。そして何も転職エージェントに頼るだけが手段でないことも知っておくことが大切です。転職のチャンネルはヘッドハンティング、転職エージェント、ダイレクトリクルーティング、SNS マッチング、直接応募や紹介など複数あります。ちなみにダイレクトリクルーティングで有名なのはビズリーチですね。職務経歴を入力すると企業からスカウトが届く仕組みですね。自分からも幅広く動かないといけないんですね。そうです。エージェントが強く進める会社は採用基準が低い場合もあります。また、企業が転職エージェントを使うのは離職率が高かったり、自社社員による紹介採用がうまくいってないという理由だったりするので、転職エージェントの話を鵜呑みにしてしまうと危険なんですよ。転職のステップについては理解できました。でも、やっぱり気になるのが、給料や仕事の楽しさですよ。そこはやはり無視できないポイントですよね。ここでゆうきさんに質問なんですけど、転職後の給料について、すでに給料が高い成熟企業と、今は給料が低くてもマーケットバリューが上がる会社のどちらを選ぶべきだと思いますか？やっぱりどうしても給料は下げたくないですよ。おそらくほとんどの人がそう思うはずです。でも著者は後者を選ぶべきと言っております。長期的に見ればマーケットバリューと給与は必ず一致します。残念ながらこれを教えてくれる人は誰もいないんですよ。そして40歳、50歳になった時に給料の割に自分のマーケットバリューが低くなっていることに気づき、リストラ候補になって転職活動をするけど、もう給料に見合った転職先はどこにもないという事態になるんですよ。自分の10年後も容易にそうなっていることが想像できます。仮にそのような会社に行くとします。でも仕事に楽しさが感じられないと続けるのが辛くなってしまうと思います。そうですよね。実は仕事をする上で大きく2つの考えをする人がいるんです。1つ目が To-Do 型です。これは何をするかが大事な人です。そして2つ目が Being 型です。これはどんな自分でありたいかを重視する人です。実は 99% の人は Being 型なんですよ。だから心からやりたいことがないと悲観する必要はないんです。じゃあ、ビーイング型の人はどうやって仕事を楽しめばいいんですか？ビーイング型の人に大切なのはやりたいことよりも状態なんですよ。この状態には自分の状態と環境の状態があるんですね。この自分の状態というのはまさにマーケットバリューのことです。しっかりと転職対策を行い成長する分野に転職できれば、ゆうきさんのマーケットバリューは今後も増加していくはずですね。例えるなら RPG のゲームです。戦ってレベルアップするのと同じように、仕事をすればするほどその分野の技術資産、人的資産も上がっていき、マーケットバリューが上がっていく。どうです？ RPG が面白いのって自分がどんどん成長していくからですよね。実は仕事でも同じことが言えるんですよ。そして次に環境の状態です。RPG で言うとゲームのステージですね。仮に自分のレベルに対して敵が弱すぎても強すぎても面白くないですよね。仕事でも同じです。適度に挑戦できてマーケットバリューをさらに高められる環境であることが大切なんです。なので新しい分野で仕事をするときにちょっとチャレンジングだけど頑張ればなんとかなるといった業務に積極的に関わることが環境の状態を最適にしてくれるということです。これは考え方一つでできることですよね。そういうことですか。なんか自分が RPG の主人公になってると思うとワクワクしてきますね。よし、今回学んだステップをちゃんと実行して自分の転職先を考えたいと思います。自分のマーケットバリューを高めつつ、ちょっとチャレンジできる環境でどんどんレベルアップしていけるように頑張りたいと思います。素晴らしい意気込みですね。今回ご紹介したステップをしっかりと実行できれば失敗しない転職ができると思いますよ。頑張ってくださいね。転職に迷っている皆さんも一度このステップに沿って考えてみてくださいね。それでは次回の動画でお会いしましょう。